ウクライナ軍の攻撃は大成功。モスクワの製油所は無期限の操業停止に追い込まれました。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。先日行われたウクライナ軍によるモスクワ近郊、クレムリンから15キロの位置にあるモスクワ製油所への攻撃の影響はこれから始まろうとしています。ちなみに非常に印象的だったモスクワ製油所近くの石油貯蔵タンクの蓋が吹っ飛んだという映像については、ロシア軍自身の誤った攻撃による爆発であったとその後判明しました。当初はウクライナ軍の攻撃によるものだろうと考えられていたわけですが、それが一転してロシア軍の自爆というような事実が判明したことは、それはまた別の意味で大きく拡散されました。ロシア軍の防空部隊は一体何をしでかしたんだという具合にして、施設の被害も甚大だったのですが、それ以上に大きな拡散効果がありました。何しろ首都モスクワで目の前で起きた出来事ですから、目撃した人は非常に多く、また映像の拡散もロシア国内で進みました。その影響もあって、モスクワ周辺におけるガソリンスタンドはいずれも長蛇の列となりました。今までも給油制限は行われていたのですが、人々は今あるガソリンスタンドの燃料が売り切れた場合においては、次いつ入荷するかわからないという非常に大きなストレスにさらされています。そうしたこともあって一部のガソリンスタンドではすでにそうした燃料供給不足といったものを見越した上でガソリンの販売をわざと停止し闇市場に流そうという動きなども出ているそうです。こうした動きというのはこれまではクリミア半島のような深刻な燃料危機が起こっている地域ではすでに発生していました。政府が販売を制限するのであればその裏をかいて闇ガソリンのような形で高い値段で売りさばこうという人たちが出てしまうのです。ただ、ロシア政府当局それ自体は今回のモスクワ製油所に対する大規模な攻撃に関して非常に短い報道にとどまっています。非常に甚大な被害を受けたということそれ自体には触れず、ウクライナ軍の攻撃がありました。そしてある程度の数は撃墜しましたという報道にとどまっています。これは大々的な被害を受けたことそれ自体をロシア国内で隠蔽する意味合いがあります。しかし実際には多くの人たちが撮影しネット上に動画を公開していることからそれが拡散して国営放送の言っていることはほとんど嘘だろうというのを多くの人が知ることとなっています。さらにそれに輪をかけているのがロシアの侵略戦争に大賛成しているロシアの軍事ブロガーらが今回の防空体制の不備について猛烈に批判しているからです。彼らは戦争に反対しているわけではなく侵略戦争に大賛成し戦争そのものをやめろというような話はしていません。もっとうまく戦争を遂行せよというような形での批判を行っています。彼らの言い分としてはもっと防空体制をきっちりと整備しロシア軍の地上部隊連携も綿密に連絡を取り合えば今回のような大被害は発生しなかったはずだ。ロシア軍上層部の怠慢であるという話をしているわけです。ロシア政府当局としてみれば彼ら自身は一応戦争の賛同者なわけですから彼ら自身をいきなり取り締まるということはちょっと影響が大きくてできません。しかし彼らの言葉そのものが今回のウクライナ軍の攻撃の被害がいかに甚大であるか、そしてロシア軍の防空体制の不備を伝えるものであり、非常に頭を抱えている問題でしょう。次の話題。ウクライナのゼレンスキー大統領はベラルーシに拠点があるロシア軍の通信中継局などについてこれをベラルーシ自身が撤去すべきだという話をし始めています。従来ベラルーシは積極的にウクライナに攻撃を行ってきてはいません。ただロシアの賛同者としての立場はずっと続いています。2022年のロシア軍による本格的な侵攻の時においてはロシア軍がベラルーシ領を通ってウクライナの首都キーウを目指しました。またそれ以降においてもたびたびロシア軍が活動拠点を設けています。ただしベラルーシ軍自身は攻撃には参加しておらず、ベラルーシのルカシェンコはあくまでも自分たちは関係のないという姿勢を取り続けています。ただし今回ゼレンスキー大統領はそうした言葉に対してその言葉が本当であるならばベラルーシ国内にあるロシア軍の技術支援の中継局となっている様々な通信機器についてこれを撤去せよという要求を行っています。もしもできないのであればウクライナ軍自身がこれらを攻撃する可能性があると予告を行っています。またベラルーシがロシアに対して行っている燃料の輸出増加についてもこれは
ロシア軍の戦争行為を支援する動きであると非難を行っています。実際、ロシア国内における石油生成能力の大幅な低下に伴って、ベラルーシからロシアに対する燃料供給は大幅に増加しています。ガソリンだけを見た場合においては、前年同月比10倍にまで急増しており、少しでも燃料供給不足を緩和したいロシア政府にとっては、ベラルーシの動きというのは、非常に助かっているわけです。これをなんとかウクライナとしては遮断したいという狙いがあります。実際に攻撃を行うかどうかはわかりませんが、やったとしても不思議ではありません。次の話題。防空体制をどんどんと強化したいロシア軍に対して、足元ではお金だけではどうにもできない問題が発生しています。それが、対空ミサイルの量産に部品が足りないという問題が発生しています。ロシアの中央銀行やロシア財務省は、これ以上の軍事支出の増大は、ロシアにとって非常に危険な財政危機を招く懸念があるとしています。そのために軍事支出の抑制といったものをプーチン大統領に求めました。しかしプーチン大統領の返答は全く真逆のもので、軍事予算をさらに増額せよというものでした。2026年の国家予算のうち 40% 程度が軍事関連予算になるだろうと言われています。しかし予算をいくらつぎ込んだとしてもどうしても問題が発生するのが生産現場です。国際的においては様々な制裁を受けて部品の輸入といったものに障害があります。ロシア製の兵器は開発時点においては制裁がかかっていないこともあり、西側の部品といったものも数多く取り入れられていました。しかし現在ではどんどんと制裁が強化されることによって手に入らない部品も増加、もしくは手に入ったとしても非常に高額な地下ルートを通るということもあり、十分な量を確保できないものも増えていると言われています。そのため対空ミサイルの量産はいくらお金をつぎ込んでも数を揃えることができないという状況に陥りつつあります。しかもロシア国内だけで完結させようとして作る対空ミサイルは非常に高額なミサイルであり、ウクライナ軍が用いる長距離ドローンの撃墜にはあまりにも費用対効果が悪いという問題があります。おおよそ10倍以上の価格差が存在し、しかもロシア軍の対空ミサイルはウクライナ軍の大型ドローンを一撃で粉砕できる性能がないのではないかと疑われています。次の話題。ロシアの中央銀行ナビウルナ総裁が公の場に出てきました。ちなみにこの話題をちょっと取り上げるのに前段の話があって、ナビウルナ中央銀行総裁は更迭されたか、それとも自ら職を辞したかもしれない、そういった話などが流れていました。陰謀論好きの間においては、もはや中央銀行総裁として軍事支出の抑制を訴えたナビウルナ総裁は、プーチン大統領の手によってもはや命を奪われたのではないか、そこまで言うような人もいました。ただそれらの意見は基本的には病欠を理由に姿を見せなかったことから様々憶測を呼んだだけで、実際には全てが外れだったようです。中央銀行総裁として記者会見の場に臨み、ロシアの政策金利についての説明を行ったとのことです。ただし政策金利云々の前に今お金をどうするのかという非常に大きな命題に対して中央銀行としてはお金をすりまくるというようなことを行っているそうです。ただしそれは国債を大量に発行し、それを銀行に買わせ、その銀行が買った国債を元にしてまたお金をするというような形で、非常に見えにくい形でのお金をすりまくるという行為が行われているそうです。ちなみにこの弊害として起こるのがインフレの悪化と考えられており、それに伴って人々の生活はより厳しくなるだろうと考えられています。ただ、中央銀行としてはそうするしかないというのが今の現状だそうです。しかし、ロシア国民自身はこうした軍事支出に特に偏りすぎている現状を見て何か怪しいなと感じている人も多いのでしょう。非常に多くの人たちが銀行預金からお金を引き出して戻してはいません。預金流出の勢いが非常に高まっていることが報道されており、人々の銀行システム全般に対する不安感が高まっています。また銀行自身もこうした預金流出の現状をわからないようにとデータを非公開に切り替えるなど、ロシア国内の状況悪化といったものは進んでいるようです。ちなみにこうした状況というものがかなり追い風になっているのか、アメリカにおける雰囲気もちょっと変わっているというニュースが流れています。まず第一にトランプ大統領。2025年段階においてはトランプ大統領はゼレンスキー大統領に対してお前は何にもカードがない状態だ、さっさとロシアの要求を受け入れて停戦せよというような話を公然と行っていました。ロシア側が掲げる
ドンバス地方の無血解除、そして領土の割譲について認めようという要求に対して、当初トランプ大統領はこれをゼレンスキー大統領に何とか飲ませようとしていました。この考え方の根本となっていたのが、ロシア軍は連戦連勝でウクライナはこのままでは滅亡する。そういったことを防ぐためであれば、ドンバス地方を明け渡して一時的な休戦をするのが最も賢い決断だという場合にして、トランプ大統領は考えていたとされています。ところが今回、フランスのマクロン大統領が、こうしたトランプ大統領の考えは、G7 サミットにおける会談において修正されたようだという話をしています。トランプ大統領は2025年で、ウクライナはもはや完全な敗北に陥るだろう。そうした見込みについては完全に間違っており、2026年段階におけるウクライナ軍の現状を見れば、この考えは間違っていたようだというような見解の変更点について言及したのです。ただし、これによってアメリカがウクライナに対して軍事支援を再開するかといえば、今のところそんな気配はありません。トランプ大統領はウクライナ支援向けの武器販売については、もっともっと買ってくれとヨーロッパに対しては要求を続けています。これはアメリカの軍需産業にとってはお金の流入の話であり、基本的に大歓迎だからです。また、こうしたトランプ大統領の心変わりだけではなく、アメリカ国内におけるマガ派の動きといったものもちょっと変化が起こっていると言われています。それが、トランプ大統領と意見を同じくしていた人たちが、少しずつウクライナに対する見方を変えているのです。トランプ大統領がウクライナに対する支援は全部無駄だ。ウクライナ軍は敗北し、アメリカによるウクライナ支援は全部無駄になるといった意見を支持していた人たちの中にも、コロッと意見を変えた人たちがいます。それらの人たち言い分は何かといえば、ロシアに騙されていたというような話をし始めているのです。例えば、ロシアはウクライナに対して攻撃を行うときに、それこそウクライナ国内で行われている生物兵器開発などは大量破壊兵器の量産計画であり、これは世界に対する危険な行為だといったようなプロパガンダを流していました。こうした意見に影響を受けていたというような人が、これはロシア側から吹き込まれていた嘘情報だったと初めて分かったというような形で、これまでの見解をひっくり返そうという話もしているのです。またこれに合わせてとはちょっと違うかもしれませんが、アメリカ国内における YouTube 上の動画においても、今まではウクライナに対して批判を行っていたチャンネルなどが全く真逆のロシアを批判する方針転換をしたところなども現れているそうです。これらのチャンネルの運営方針の転換というのは、もしかしたら戦況の変化を嗅ぎ取った上で、あくまでもお金稼ぎのために動きを変えているだけかもしれません。何にしてもロシアによるウクライナ侵略という構図それ自体はずっと変わらないわけなので、こうしたロシアの侵略行為を打ち砕くということは、基本的には国際秩序の回復のために最も必要なことです。現状、ウクライナの自律的な戦いと、それを支えるヨーロッパというこの構図、これだけでも十分潮目が変わってきたわけですから、これにトランプ大統領の勝ち馬に乗れというような気持ちが重なって、ウクライナへの支援に前向きになれば、もっと状況は好転するかもしれません。トランプ大統領の心変わりというものは、プーチン大統領と一回会ってしまうとコロッとまたやられる可能性がある、非常に移ろいやすいものですが、アメリカによる動きというものは、それだけ影響を与えるものです。皆さんはどう思われるでしょうか。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと、役に立ったなと思われる方は他の方にこのチャンネルを推薦したり、動画の拡散などもぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。